第1082話は考察する者にとってめちゃくちゃ衝撃的な回でした。それは T ボーン中将が殉職したことです。僕の中で T ボーンはヒントの塊のようなキャラだったんですけど、最後にとんでもないヒントを残してくれました。今回は最初から最後まで T ボーンからのヒントでラフテルを考察していきます。では行きましょう。僕はその昔、月から来たであろう月の王はイム様の先祖であると考え、勝手に初代イム様と呼んでいるのですが、 T ボーンはその初代イム様の重要なヒントキャラだと考えています。必殺技の直角閃光ボーンソワールはフランス語の挨拶であるボンソワール。フランスを漢字一字で表すと仏ですので、イム様のヒントとします。直角飛鳥ボンオードリーはボン踊り。盆踊りの由来はご先祖様の霊をもてなす念仏踊りだとされていますので、ここにも仏がありますし、以前に考察したように大鳥である初代イム様を表します。剣の名はバンブーですので、竹取物語から月から来たイメージ。このように T ボーンには初代イム様の要素があります。前回のラフテル考察の動画内で、初代イム様はラフテルにおり、ラフテルには墓場のイメージがあると言ったのですが、それが第1082話での T ボーンのエピソードにより、 T ボーンと白ひげとがリンクしていることが判明したことで決定的になりました。では T ボーンと白ひげとのリンクを見ていきましょう。自らの故障を大声で名乗る。背中の傷は剣士の恥ですから、 T ボーンの生き恥などさらさぬという言葉には逃げ傷は負わないという意味も含まれます。白ひげも逃げ傷がないことが誇りでした。T ボーンは貴様らなど真っ二つにして止めてくれると言っていますが、白ひげはマリンフォードの広場を真っ二つにして海兵を止めています。二人とも敵だと思っていなかった人物にいきなり刺されたことも同じです。たくましく生やした T ボーンのひげも白ひげとのリンクの匂わせでしょうか。そして二人とも作中では珍しく死亡したことが新聞にはっきりと書かれています。さらに T ボーンの異名である船切りの要素。作中で船を切ると表現されたミホークとゾロと T ボーンに共通しているイメージは十字と棺ですよね。 T ボーンが身につけているものには十字の溝がいくつもありますし、棺の飾りをしつけています。棺とは死者が入るものです。白ひげの海賊旗の大腿骨も十字になっていますし、今は棺の中にいます。ミホークの剣は十字の形をしていますし、棺のような船に乗っていました。ゾロは十字にくくられますし、スリラーバークで捕まっているので、棺に入れられてモリアのところまで運ばれているはずです。このように船切りのキャラには十字と棺のイメージがあるのです。そして十字は墓にも使われますから、初代イム様のヒントキャラである T ボーンには墓のイメージがある。つまり初代イム様がいるラフテルは墓場のイメージです。ここからさらに墓場のイメージとイム様をつなげていきます。墓場の王といえばアブサロムですから、獅子のイメージがあるイム様が墓場にいるということにもつながります。白ひげはあの宝を誰かが見つけたとき、世界はひっくり返るのさと言っていますが、ある意味で世界がひっくり返っているゴザの村のホテルの看板はひっくり返っているのでこのようになっており、強引に読むとナミ墓場王となります。僕はナミは初代イム様の末裔だと考えているので、これもヒントのように思います。さらにこれは以前に考察しているんですが、イム様は不死のリンゴの園、お牛の目、クジャク、鶴、黄金の玉座など共通のイメージがあるオリンポス12神の一人ヘーラーをモチーフにしていると思います。インペルダウンはヘーラーが刺激する怪物がたくさん出てくるんですけれど、その中にスフィンクスがいるんです。ここまでの話をまとめると、ラフテルの位置は上から見るとこのような場所にあると思うので、ラフテルはエネスロビーの大穴の滝の裏にあります。同じく滝の裏にあることからラフテルのリンクだと考えられる白ひげの故郷の名もスフィンクスでした。スフィンクス、王の墓、三角形といえばピラミッドですね。僕はラフテルにはツタンカーメンのような初代イム様のミイラがあるのではないかと思います。これも T ボーンの死により可能性がぐんと上がりました。T ボーンの見た目がミイラっぽいというのもありますが、それだけではありません。セリフを明らかにリンクさせていたインペルダウンのハンニャバルはどことなくツタンカーメンっぽいです。さらに信じられないかもしれませんが、 T ボーンのモチーフになっているのはおそらくナイチンゲールです。T ボーンは負傷した兵士全員の手当てをしていましたよね。
近代看護教育の母と言われるナイチンゲールは赤十字勲章を受章していますので、十字のイメージも合います。そしてナイチンゲールと呼ばれる鳥がいるのですが、その鳥は墓場鳥とも呼ばれます。またナイチンゲールはフクロウを大切に飼っていたことも知られているのですが、ティーボーン大佐の着ている鎧にはフクロウのような模様が入っています。つまりティーボーンは解放の戦士だったんです。これはずっと不思議に思ってたことなんですけど、初代イム様のことを考えれば考えるほど解放の戦士ニカとイメージがかぶるんですよね。思い切って初代イム様が先代のニカの能力者であるジョイボーイとしてここからは考えていきますが、現在の解放の戦士であるルフィも、鍵を開ける解放の戦士ミスター3もクロコダイルによってミイラのようにされています。そして解放の戦士ティーボーンにもミイラのイメージがある。つまりラフテルにはジョイボーイのミイラがあると僕は考えます。そのミイラがどんな状態にあるのかの結論は出ませんが、スカイピアの神であるガンフォールが神の座に戻ったように、ジョイボーイも復活すると思います。そのヒントも今回はティーボーンからたどります。ティーボーンの必殺技ボーンソワールと同じようにボンソワールって言ってるキャラいますよね。そう、卵男爵です。以前にもフランス語と鶏のイメージから初代イム様のヒントキャラだと考えていましたが、たまたまのみの卵男爵は殺されても死にません。そしてもう一人、ソワールはフランス語で夕暮れという意味ですから、ミスター2ボンクレイもボンソワールです。ルフィたちを脱出させるためにインペルダウンに残り、絶対に無理だと読者が諦めていたにもかかわらず、それでも生きていた不死身のボン様。ボン様の背中に書かれたボンという字は、インド神話における創造神ブラフマーを表す漢字です。やはり神は死なない。ではどうやってジョイボーイを復活させるのかというと、おそらく水に浸すのだと思います。干からびた解放の戦士の2人は水を飲んで復活しましたよね。それとこれもヒントなのではないかと思っているのが、新魚人海賊団のイカロスムッヒの親友であったダイオウイカのダイダロス。太陽に近づきすぎて巨大スルメになっちまったって、これなんかのヒント以外ありえないですよね。その巨大スルメではありませんが、イカロスムッヒが持つスルメイカの槍は刺さった標的の水分を吸い尽くしてイカに帰ります。それと紫の呪いの動画でも話しましたが、酒のイメージの呪いを解くのは涙であり、涙という漢字は水を戻すと書きます。でも水に浸しただけで復活するわけないと思うかもしれませんが、人間はともかくとして水に浸すだけで復活する甘眠ということを行う生物は多数存在しています。小田先生の場合、水に浸すとはあくまでイメージを当てているだけの場合もあるかもしれませんが、ジョイボーイが復活すれば海洋類しか分かっていない箱舟ノアの役割が分かりますね。今回の T ボーン中将追悼考察いかがでしたでしょうか。 T ボーンにはまだ他にも空白の100年のヒントやら俺は直角のオマージュやらがありますが、それはまた他の動画で紹介します。これからもちょっと変わった視点の考察をしていきますので、見逃さぬようチャンネル登録してくださいね。コメント、いいねボタンもお願いします。ではまた次回。